いやいやいや、イーロン・マスクさんちょっと待ってくださいよ。僕たちの生活のエネルギーである X。いやもう今日は Twitter と言わせてください。この Twitter がいよいよ有料課金スタートになってますよ。しかもツイートするためには課金が強制らしいんですよね。なんかお金払わないとツイートできないの。マジで Twitter ってさ、もう無料でアカウント作って楽しめて、それでクソみたいなツイートして楽しむのが Twitter じゃないの他のインスタとかね、Facebook とかいろんな他の SNS あるんですけど、そうじゃなくて、もう過去のなんというか、2チャンネルから逃げてきた人たちの唯一の、収容所じゃないけども、楽園みたいな感じじゃないですか。これがついに課金プログラムが特定の国で、地域で始まっております。で、今のところ、ニュージーランドとフィリピンからスタートしてます。経済規模が小さくて、英語のツイートね、常に見てるような国で、テストとして、採用したってことだけど、これはもう始まりに過ぎないでしょうね。皆さんご存知の通り、もうプレミアの、有料課金サービスっていうのが始まっておりまして、機能制限っていうのがね、無料ではかかってるんだけど、普通にツイッター使ってる分では全然問題ないじゃないですか。で、それが、なんと今回のその有料課金プログラムがどういったものかっていうと、普通に今まで通り使うためには課金が必要。なんか、ツイートできなくなるんだって。どうやら課金をしない人は、実質、閲覧専用アカウントになってしまうらしいです。マジでいいねとかできるんかな？リプライとかはなんか今あれも名前変わってるんだって。ちょっと調べてみたら、他の人をフォローして、その人のツイートを見ることはできるんですが、閲覧はできるけども、自分でのツイート、リツイート、返信、で他のユーザーに DM を送る。これがクレカ登録して年間1ドル支払ってない場合、できません。ツイートができない、リツイートができない、返信できない、DM 送れない。もう全部できないじゃん。実質強制課金だよね。だから普通に Twitter の中でのなんか検索サービスみたいな感じしか無料の人はできません。もともとイーロンさんはなんか全部課金するって言ってたんだけど、イーロン・マスクさんってさ、最近 CEO 退任しなかったなんか CEO を退任するかどうかアンケート取って、なんか辞めて、なんかその辞めたんだけども、なんかその投票自体もツイッター上でなんか、操作されたみたいな、なんかせつけたかなんかわかんないんですけども、でそのためになんかボットをなくすみたいな感じで意気込んでて、今回の課金プログラムも一番の目標はイロさん曰く、ボットをなくすための方法らしい。ボットって、大量にめちゃくちゃもう何十個どころじゃなくて何百個以上の、アカウントをバッと作るから、なんかさ、たまにすごいエッチな来るじゃん。なんか中国人がさ、僕のとこにすごく LINE の、LINE アクセスして、で、めっちゃ来るんですよ。特にああいうのってさ、なんか日本人向けだと台湾人っていうのがやばいよね。なんか出会い系アプリとかでも日本人向けには台湾人が多いらしい。それ置いといて、ちょっとそういう、スパムアカウントっていうのがいっぱい出て、なんか DM めっちゃ来るじゃないですか。でああいうのをなくしたいと。とりあえず、その、金儲けじゃなくて、スパムをなくすためって言ってるんだけど、わからないよね。本当にこのスパム対策立てたのかな。イーロンさんはこのスパムに対して、戦うためって言ってるんですけども、ツイッター社を買収してから、なんか誤情報のツイッターを報告するような機能をなくしたりしてるらしいんですね。だからほんまになんか、そっちの方向に行ってるのかどうかもちょっとわかんないような感じではあります。今も有料課金のプレミアオプションが始まってるんですけども、あれがあるおかげでさ、どうなってるかっていうと、例えばどんどんこうツイッターもアップデートしてくるわけじゃないですか。今日は X って言いません。今日は Twitter って言いますで、Twitter がアップデートするんだけども、そのアップデートをする機能、追加の機能もさ、使いやすい機能とかも、この有料課金サービスがあるからさ、無料のとこには降りてこないよね。コミュニティノートだってああいうのはみんなのためにね、出るんだけども、なんか、使いやすい便利なものがあっても、その有料課金サービスに阻まれてしまうっていうのがあるよね。差別化しないといけないですからね。で、なんか、今、結構、言い方が難しいんですけども、マイナンバーカードを僕も作ったんですけど、マイナンバーカードを作るときに、なんか情報を国家に渡すのがなんとかかんとかみたいなすごい大暴れをする系の、そっち系の方々がいるじゃないですか。そういう、リスペクトしてますよ。そういう方々が、一応個の意見としてはリスペクトはするんですが、そういういわゆるその情報流出がすごく危ないとかね。なんかそもそもね、なんか外でね、道端で落としてしまうようなスマホでね、SNS やってる時点でなんか情報管理がどうなのかなとは思ったりするんですけども、矛盾してるんじゃないかなと思ったりはあるんですけども、なんかそういうクレカの情報を渡して、なんかすごく危険な目に遭うみたいな反対してる人もいるんですけれども、冷静に考えてみると、このいわゆるスパム対策っていうのを考えると、賢いよね。
いや、マジで。ボットに対するこの戦いって、もう、キリがないところも多分あると思うんですよね。めっちゃ金かかると思うし。で、有料課金って言っても、今回、年間150円だよね。150ドルだって違うよね。100ドルで150円ってことですね。今の換算で。だから金儲けっていう額ではないですよね。でもこういう悪いことをするための、なんか、いわゆるクソアカウントみたいなやつっていうのは、めちゃくちゃね、たくさん用意するから、それが用意できなくなってしまうっていうので、まあ、間違いなく、これは、スパム対策にはなるでしょうね。まあでも、賢いっちゃ賢いですね、やり方としては。うん。ただ、このやっぱり、なんていうか、クレカ登録をするっていうこのハードルが1個あることによって、まあ、確実にやっぱユーザーはめっちゃ減っちゃうんじゃないかなっていうとこはありますよね。で、しかも僕が何をこれ一番危惧してるかっていうと、クレカ登録するってことは、マスターカードとかあるじゃん。もうビザとかマスターとかね、いっぱいあるけど、マスターってやっぱり強いじゃないですか。で、このマスターが入ってくることによって、もうこいつ本当に嫌なんですよね。マスターカードが入ってくるとどうなるかっていうと、エロが規制されるんですよ。わかる？もう僕はもうツイッター使ってる人のもうもう8割ぐらいの男性はもうエロ目的でツイッターの裏側とか持ってると思うんですけど、ほら、ファンザの前、DMM だったっけ？ DMM の時代にマスターカードで支払いができなくなったんですね。ポルノハブもそうだっけ？ちょっと忘れたけど、海外もなんかあったと思うんだけど、マスターカードはなんかエロをすごく認めないんだよね。なんかエロとはビジネスなんかしないみたいな感じで、それで DMM が使えなくなって、なんかいつの間にか新作買おうと思ったら買えなかったんですよ。と思って。ある時突然、うわ、桜ももちゃんの新作出てると思って買おうと思ったら、ポチれなかった。いっぱい買えやろう。それはちょっと置いといて。まあ、とにかく、このマスターカードが入ってくることによって、あいつら、ほんまにね、エロを認めないから、で、イーロン・マスクさんも、なんか、ツイッターなんかね、エロをなくすみたいなことを言ったことがあるみたいなんですよ。ふざけんなと。イーロンさんさ、知ってるよ。あんたスマホでさ、なんか何ギガもさ、ポルノハブ見てたじゃん。バレてんだよ、あれ。あんたが出したスマホのスクショに、ポルノハブが、なんか10ギガ以上ね、月額見てたことね、バレてたじゃん。あんたも好きなんだろう。ねえ、頼むよ。よろしくお願いします。まあそんなことはいいんだけど、良くないよね。だからエロがなくなることが、ね、どれだけこの地球にですよ、第三宇宙に影響を与えてしまうかということをイーロンさんもちょっと考えてほしいです。で、そら、スペース X やってるわけでしょね。やっぱり宇宙のこともこれから考えていきましょう。もうこれはね、こうなったからには、イーロン・マスクさんを倒してくれる人を探すしかないって思ったんですけど、適任者が一人いてるんですよね。それが、現在、メタ、旧 Facebook の CEO であるザッカーバーグさんなんですよね。ザッカーバーグさんとイーロン・マスクさんって、まあ、仲悪いじゃないですか。まあ多分半分ちょっと冗談なとこもあるんだけど、これ皆さんご存知ですかね？イーロン・マスク VS ザッカーバーグはマジで格闘技で戦うかもしれないんですよ。マジで、ブレイキングダウンするかもしれないんですよ。噂では、ケージマッチやるんじゃないかみたいな噂があって、で、これ、はじめ、なんか、冗談かなって思われてたんですけども、結構話が進んでるみたいなこともあるんで、なんとかね、ここはね、イーロン・マスクをね、止めてくれるんじゃないかという唯一可能性があるね。これザッカーバーグさんにね、このツイッター有料化をかけてね、ぜひ、ケージマッチやってほしいなと思います。イーロン・マスク VS ザッカーバーグのなんでこのケージマッチをやろうみたいな感じになったかといういきさつをね、ちょっとね、時系列ごとに並べていきたいと思います。まず、まあ、ケージマッチどうでもいいよね。ケージマッチどうでもいいんやけども、とりあえずそのツイッターが、課金するということで、まあめちゃくちゃ非難されております。もちろん物事はこう非難するのは簡単なんですが、それがなぜこういうことになったのかっていうのも考えていかないといけないですよね。世界中の人が非難しているのであれば、じゃあ本当にイーロン・マスクってバカなのっていう考えになるじゃないですか。疑問が出てくるじゃないですか。でもね、イーロンはね、バカではないと思うんですね。さすがにバカな人があそこまで成功するとは思えないんでね、すべての彼の人生を知ったわけではないですが、さすがにやっぱり人が及ばないような、思考にたどり着いたりとか、何かしら能力高い部分も絶対あると思うんですけども、で、今回のその、ツイッターが強制年間150円、課金ということであれば、やっぱりこのボット対策としてはめちゃくちゃ効果があるねんけども、これだけではないと思うんですよね。で、過去にイーロン・マスク氏は、なんかいわゆる Amazon のような EC サイトですね。
いわゆるその Twitter 上で商品検索して買い物まで直結して完結するみたいなのを狙ってるんじゃないかな。なんかそれ関係の Twitter もなんか彼してたような気がするんですよね。で、結局のところ、今までの Twitter が使いやすいっていうのは僕らユーザー目線で見るとそうやねんけども、でも、ビジネスとして成り立つかどうかというとはまた別の話ですよね。で、今までのツイッターっていうのは、まあ、いわゆる収益は分からんけど、多分広告収入だよね。課金で稼ぐっていうのではなくて、広告を貼り付けてそこで収益っていうのになるから。で、Google はもうめちゃくちゃすごい、GAFA のジャイアント企業やけども、実は広告収益以外が弱い。サブスクめっちゃ弱くて、なんかサブスクで Google が金稼いでるのってほとんどないじゃないですか。ないよね。Apple やったらクラウドストレージでもなんかすぐサブスク提案したりしてくるけども、まあ、最近唯一YouTube の無料になるやつですね。あれがまあ始まってどれだけの課金数か分からへんけども、あの中で見る限りやっぱりサブスクをある程度狙ってた方がいいっていうのをね、Google は考えてるんだと思うんですけど、やっぱりその収益体系をこう分散させとかないとやっぱりリスクがあるからっていうことで、やっぱりサブスク一定してもらう方が硬いよね。まあ、サブスクって解約忘れが多いから、あそこでね、昔、モバゲーとかグリーとか、ああいうところは、解約忘れでめちゃくちゃね、何億円も収益があったっていう、まあ、歴史もあるんで、まあ、すごくそういうね、旨味もあります。で、今回のその課金が、まあ、ちょっと話戻すと、いわゆる Amazon のようなサイトに仕上げていく意向があるんじゃないかと。まあ、であれば、すごく賢いし、面白いんじゃないかなと、僕はね、個人的には思います。どういうことかっていうと、ツイッターっていうのは自分のこの不満をタラタラ書くだけのものではなくて、情報を検索するためのツールじゃないですか。例えば、何か調べたいものがあった時に、まあ、Google っていうのが、まあ、一般的だと思うんですけども、なんか商品のレビューとかをググった時に、たまにツイッターでなんか情報検索したい時ってないですか？それはなんか生の声が聞きたいとか、なんかほんま、遠慮しないコメントが多かったりするから、そこで本当に自分が買いたいと思ってる商品のもののレビューを見たいとかなった時に、なんかツイッターの意見ってすごい生の声が聞こえるみたいな感じで、まあ普通に Google と同等か、それ以上の、ね、価値があったりすると思うので、検索機能として使ってるのがめっちゃ大きいと思うんですよね。で、検索をするってことは、例えば自分の好きな商品とかも検索するし、まあそれに合わせて、まあ、どんどん広告をポップアップしてくるんですよね。そうすると、年間150円だったとしても、課金をしてる中で、クレジットカードを登録してるっていうのが、めちゃくちゃハードルを押し下げられるんですよね。僕たち Amazon でなんで買い物するかっていうと、もうすでに、これが登録してるから、2回3回のタップで、購入完了までいけるじゃないですか。あれがすごい大事で、元からクレジットカードを登録してれば、そこに商品が出て、じゃあクリックして、そこを直接買うようなことができれば、Twitter を常に使っている人間にとっては Amazon よりも便利なツールになる。しかも、その Twitter の中で、なんかいろんなレビューしてる人をね、レビューをツイートしてる人を見たりできるから、なんか Amazon と同じぐらいのサービスをもし提供できればって思うんですけどね。例えば年間100何ぼって言うけども、まあもしかしたらサービスが充実してきたら、これから金額上がるかもしれんけども、Amazon とかでも、年間今3000円から値上げしてもうちょっと高くなってるじゃないですか。で、なんで Amazon もみんな、月額高いのに入ってるかっていうと、動画が見れますとか、本がタダで見れますとか、あとは配送が無料になりますとか、たまに商品が安くなりますとか、そういうオプションサービスをしてくるから、こういうサービスをどんどん追加していけば、例えばその動画サイトで、自分で作るか、買収になるのかな。イーロン・マスクさんがなんかその動画配信サービスとかを買い取って、そこの動画をTwitter 課金してる人は無料で見れますみたいな、Amazon がやってるようなものをパクって持ってこれば、なんかめちゃくちゃでかい、ライバルになるんじゃないかなと思うんで、ほんまに賢いと思いますね。結局のところ、その課金といってもめちゃくちゃ、個人情報がどうこう言う人は、結構ハードルは高いと思うけども、このハードルが高いやつをどうやって崩すかっていうと、その動画を見れますとか、本を読みます、雑誌を読みますっていうものを売りにしてあげれば、結構そのメリットを感じた時に、人間ってその課金したくなるから、結局支払った金以上のものが戻ってくると、それは得と考えるので、商売として成り立ちますよねっていう感じやね。そうするとさ、勝てるよね。勝てるし、で、これユーザーにとっても、正直冷静になればメリットあるんじゃないかなって思うよね。だってさ、Amazon とか、Amazon だけじゃないけども、Apple とかもそうやけど、あんまりでかくなりすぎると企業が、ユーザーが不利益になるんだよ。
なんであんな高い端末を買わされないといけないんだよとか、なんで好きな配信者にスパチャしたのにそのうち 30% 取られてるんだよとかね。そういうのがあるんだけど、大きいところがなんでなかなか値下げしないかっていうと、やっぱり河川状態になってるからじゃないですか。で、そこで企業がやっぱり新しい企業が増えて参入してくれることが、唯一は価格を切り崩してくれて、結局僕たちが選択肢増えると、サービスとしてはね、やっぱりユーザーはめちゃくちゃ、利益があると思うので、イーロン・マスクさんって僕は、まあ、めっちゃ言われてるけども、実のところ、僕たちユーザーにとっては結構ヒーローになる可能性もあるんじゃないかなと思ってるんですよね。どうですか？そういうことない。だって個人情報なんとかって言うけど、言うほどザッカーバーグもね、だって個人情報の代名詞みたいなもんじゃないですか、Facebook なんて。まあもちろん自ら提出した情報なんだけど、それを使って金儲けしていたことにはまあ間違いないわけですよ。なので、まあ、別にイーロンさんのことは言えないかなと思ったりします。まあとにかくこれからイーロンさんが X を使ってね、ただのこの愚痴垂れ流しツールじゃなくて、そこからね、今までのツイートはむしろイーロンさんから見たらちょっと無能やったんですよね。で、広告収入とかで、まあ収入を得てたけど、もう全然課金サービスとかも全然やってないし、まあ、本格的にその、まあでかいね、ツールとしてはもう完成してるからそれを使って、まあ収益を目指すと。でもそのためには本当にもう EC サイトみたいなものを、どんどんと組み込んで、サービスを充実してね、組み込んでいってあげれば、なんかめっちゃ、わからん。Amazon 倒してくれへんかな。まあ、ということで、まあ、課金サービスが始まるとね、まあ、クレカ情報をね、上げるのは、まあ、確かに嫌っちゃ嫌ですけど、まあ、僕らも GAFA に上げてますからね。まあ、他のね、サイトでもね、クレカ使ってますからね、どうなるかわかりませんが、個人的には、まあ、X が課金になるのはめっちゃ嫌やけども、その X が課金サービスを始めて、どういうサービスをこれから充実していくのか、これから先ね、結構楽しみであったりもします。まあ、あの人がね、面白いことには変わりないんだろうね。なんか、あの人ってさ、Google の奥さんと不倫してたっけ？なんか、やばいよね。もう僕もね、バリバリ使ってるね、一ユーザーとして、今日は、X のことについて語ってみました。そして、これから、まあ、X が歩む道は、果たしてどうなっていくのか。今のオーストラリアとか、今のフィリピンとかでやってるのはテストやと思うから、まあ、いずれは日本とかもなっちゃうのかなっていうとこやけど、まあ、これからわかんない。もしかしたら、どんどんいいサイトになって、必要不可欠なツールにこれからなっていく可能性もありますので、ちょっとね、見守っていきたいと思います。まあ、ただ一つ言えるのは、スレッズって全然バズってないよね。やっぱり難しいですよね、SNS っていうのは。